こんにちは、ずんこです。オカルトレジリエンスチャンネルを始めます。今回ご紹介するスレッドはこちらです。怖い話、怪談大会しよう。怪談大会ってしたことありますか？オカルト好きが集まらないとできないから、なかなか難しいですよね。どんな話が聞けるか楽しみです。それでは始めましょうか。これは実家の話なんだけど、ごく普通の住宅街にある、ごく普通の2階建ての家なんだけど、家族内でよく心霊現象に遭うって話題になる部屋があってね。そこでの話。って言っても、俺の幼稚園ぐらいの頃の話だから、それこそ、夢で見た話なのかもしれないんだけどね。さっき書いた通り、幼稚園の頃の俺なんだけど、例の心霊現象部屋ってのが、母親の部屋で、俺は障子挟んで、隣の部屋で寝かせられたんだよね。親に寝かされて部屋の電気を消した後、しばらく寝れずに、起きてることが多かったんだけど、そういう時に頭上を見ると、必ずあるんだよ。黒いポータル的な何かが、イメージ的には今考えると、エイペックスの、レースのポータルって感じの穴ができてさ、そっから、コナンの犯人みたいな影が出てきて、枕元に立つんだわ。それも毎晩毎晩。特に悪さをされるとか、そういうのはなかったから、特に怖がることもなく、いつの間にか寝てる。って生活を続けてたんだけど、弟が生まれて、俺は自分の部屋が与えられたのね。多分赤ちゃんの夜泣き対策か何かで。でも部屋が変わった後も、必ず枕元に立つのよ。影が。弟とは5歳差だから、俺は小1か？ちょっとわからんけど、毎日立たれるのには、完全に慣れてたのよ。で、その後弟が3歳になるぐらいまで、実家暮らしだったんだけど、母親の再婚で引っ越ししたのね。さすがに引っ越し先までは、黒い影はついてこなかったけど、何年も経った今考えると、あれ、死神じゃね？とか、そういやあいつ、必ず例の心霊現象部屋を背に向けて立ってたな、とか、そういうお話。本家の墓がある墓地での話。親父が墓掃除中、前通り過ぎてく人が、頭の上に、自転車の車輪みたいなもの乗せてて、よく見たら、何人もの顔が、その人の頭中心に、すごい勢いで回ってて、頭から血煙みたいな、赤いもやが漂ってたそうだ。あまりに異様なんで、その人が墓地出るまで見てたら、一歩出た瞬間、その車輪みたいなのは見えなくなった。ビビりまくって帰ってきて、ばあちゃんにその話してたのを、俺も聞いたんだわ。ばあちゃんは、それ〇〇さんだわ。いろんな人に恨まれてんだよ。って、見えたんだねあそこの墓地は由来のある土地だから、としか教えてくれなかった。その年の暮れに本家行ったら、その人火事にあって亡くなったよ。って。ばあちゃんは結構前亡くなって、俺だけずっと行けなかったのでお参りに行った時、めったに会わないおば夫婦が来てて、一緒に墓参り行くことになった。年下のいとことはたまに遊んだけど、義理のおじはなんかキモくて、大嫌いだったんだが、車出してくれるというので、一緒に行ったんだ。墓地に一歩入ったら、おじさんの頭の上で、赤い煙といとこ回ってた。見た瞬間振り返って、山ん中走って本家戻って、一番近い時間の電車で帰った。駅で、家にいたおかんに電話したら、慌てておばに連絡取って問い詰めたらしくて、いとこがおじからの虐待で、精神病んで入院してて、おば夫婦も、離婚で揉めてるのが分かった。そこから、うちの親が全力でおばさん支援して、親権もぎ取って離婚成立したあたりで、元おじが、脳出血でぽっくり亡くなった。おかんは、間に合ってよかった。あれは縁切っとかないと巻き込まれるんだよ。って。前に親父が見た人は、家族も全員で火事で亡くなったと、その時聞いた。いとこは回復して、今はフリースクールに通ってる。墓地の由来調べたけど、古墳群の上に立ってることしかわからなかった。大した話じゃないのに、長くなってすみません。数年前の機出のコピペだけど、怖かった話なんで貼っとくわ。知ってたらすまん。ちょっと長いけど、病院で、医療事務やってた時の話でよければ投下するよ。時間外の救急外来で、夜勤やってた時の話。俺の仕事は、救急外来に来た患者のカルテを作ったり、LINE 歴のある患者のカルテを探して、医師に持っていくことだった。通常、
カルテって保管期限が決められてて、保管期限の過ぎたカルテは廃棄して良いことになってるんだけど、うちの病院は、整形外科とかの患者のカルテは、15年以上前のものも保管してたんだ。そのせいか保管場所がキツキツで、カルテの保管室のほか、旧南病棟、通称、旧結核隔離病棟、と、病院の外庭にある、旧保育園の3カ所に分けられてた。そして曰く付きだったのが、旧保育園。そこにはさっき書いた、古い整形外科の患者のカルテが保管してあるんだけど、そこにカルテを取りに行くときは、必ずしなければいけないことがある。1、旧保育園の正面扉をノックする。鍵もないし、開かないドア。2、裏口に回って、外に設置してある室内電気のスイッチを入れる。なぜか外に設置されてる。3、鍵を開けて中に入る。先輩も、そのまた先輩から言われて、みんなこの手順をやってたし。俺も絶対にやれって、厳しく言われてた。でも、雪がめっちゃ降った日の夜。俺、めんどくさくて、正面扉をノックせずに、裏口に行っちゃったんだよね。鍵開けて、電気つけて中に入ろうとドアノブ握ったら、子供が中にいたんだ。見えたのは4人だけど、奥にもう1人いた気がする。全員驚いた顔で、こっち見たと思ったら、本当に、口が耳まで裂けるくらい、にーっと笑って、床の上を滑ってきたんだよね。もう鳥肌立ちすぎて、足もガックガクだったけど、急いで鍵閉めて、電気消して逃げたよ。仮眠してた先輩に、お願いだからカルテを取ってきてくれ、って泣きついたんだけど、しばらくして戻ってきた先輩も青い顔してて、カルテはなかったって言って、新しく作れ、って言われたよ。後日、と言っても俺が辞める日に聞いた話では、先輩もあの日、旧保育園に行って、奴らを見たらしい。手順通り、正面玄関をノックしたら、中から、違うよ、とか、そっちじゃないよ、っていうひそひそ声と一緒に、さっきは裏口にいたもん。裏口でやろうよ、って聞こえてきたんだと。先輩、怖くて裏口に回れずに、そのまま帰ってきたって言ってた。自分があの時中に入ってたら、先輩が裏口に回ってたら、どうなってたんだろう。先輩も見たって書いたけど、正しくは会話を聞いただけかな。先輩は今もその仕事続けてるけど、旧保育園には近寄ってないらしい。たまに目のおかしい人っていない？なんていうか、黒目全部瞳孔みたいに真っ黒な人。カラコンしてるのとかとは全然違う。一目見たらわかるぐらい他と違うんだけど、誰に話してもよくわからない、別に普通じゃない？って言われるんだよね。なんか行動とかもおかしい人もたまにいて、人のカバンに手入れようとしてたりとか、紙袋に、直にご飯入れて食べてたりするんだよね。けど周りの人は気がつかないみたい。この前も電車で、ドアの向かい側にそういう人がいて、なんか嫌だなぁ、と思って見ないようにしてたら、駅で降りたからほっとしてたら、私が降りる駅の、降りるドアの真ん前に立ってた。ドアが開く前から、じっと私のこと見てて、すれ違う時も、私が降りてからチラ見したら、ずっとこっち見てたっぽい。なんか気持ち悪いんだけど、なんなんだろうあれ。この前メイに聞いた話。普通の女子高生で、オカルトとかも興味のない子。コロナとか受験とかで、疲れてるのかもねと姉には話してきた。別にオチも何もないんだけど、なんとなく怖かったのと、同じようなもの見たことある人いるか、ちょっと知りたかったので。ゼロ感はよく聞くけど、マイナス感ってあるんだろうか？妹と二人暮らししてた頃、ある日アパートに帰ったら、妹の友人、霊感持ち、が遊びに来てた。このアパート、新築なんだけど、川が間近にあって良くないところらしく、よくこんなところに住めるね、とまで言われてた。その妹とも、私を見て一言。今日もたくさん気配がしてたけど、お姉さんが帰ってきた途端、全部消えた。って、当然、自分自身の体験談はありません。幽霊は見たことないけど、不思議な体験はちょこちょこ。その中で一番嫌だったやつを、まあマジに怖い体験した人と比べたら、大したことないけど、成人式に出席するため、地元の県に帰省した時の話。高校卒業と同時に、家族もろとも県外に引っ越しており、実家はすでになかったので、母方の祖母の家に泊まることに。
母には兄、以下叔父、がおり、叔父は仕事で、他県に単身赴任して、長い間おらず、祖母が一人で住んでいた。ちなみに叔父の奥さん、つまり叔母は、祖母と折り合いが悪く、出て行ってしまっていた。祖母の家は、新家屋と旧家屋があり、旧家屋は、長年誰も住んでいない。自分は祖父の仏壇がある、新家屋の部屋で寝ることになる。襖を挟んで、隣に祖母の部屋。仏壇が飾ってある部屋は嫌だな、と思いながらも、隣に祖母がいるからまあいいか、って感じで就寝。祖母はテレビを見ているようで、音が漏れていたことで安心できたのか、気がついたら寝入ってしまった。と、夜中に目が覚める。暑い。1月なのに、やけに暑い。暖房をつけているわけでもないのに、暑い。寝苦しいわ寝れないわで、どんどん目が覚める。すると、何やら声が聞こえてくる。明確に聞こえるわけではないけど、どうやら一人ではなく、大勢でぺちゃくちゃ、誰かが喋っていることがわかる。声がする方向は旧家屋の方。その時思い出してしまった。旧家屋には、母や叔父の小さい頃持っていた、たくさんの人形、主に日本人形、キャラクターのぬいぐるみ、洋風の少女の人形、があるのを思い出してしまった。気がつきたくなかったけど、もう気になって、耳を澄ましたくなくても澄ましてしまう。どんどん声が大きくなる。喋ってる奴ら増えてねって思うと、冬だけど、冷や汗でぐっしょりになっていた。しかも、旧家屋の、人形がいっぱい置いてある奥の部屋の方から、声が近づいてくるの分かったのが、めちゃくちゃ怖かった。絶対に目は開けないって思いながら、恐怖と戦っていたら、祖母がトイレに行くためか起きて、襖をバンと開けた瞬間に、声が止んだ。一気に声が途切れたことが、余計に怖かった。その後、ぐっしょりと汗かいたせいか、逆に寒くなって寝づらかったけど、祖母の存在で安心したのか、気がついたら寝ていて、アラームで目が覚めた。あれ以来、祖母の家には行っていない。というか、祖母は介護が必要になったので、自分家に移住して、最後を迎えた。今、祖母の家は叔父と、祖母がいなくなったことで戻ってきた叔母が住んでいる。二人は人形たちの声を聞いたことないのかなと今でも思う。もしそうだとすると、俺だけに聞かせてビビらせやがってと、腹立たしいわ。いかがでしたか？百物語風と思っていたので、よく聞く怪談話ばかりかと思っていたんですけど、ペーソスの聞いた話もたくさんあって、すごく興味深かったです。今回の動画はここまでとします。次回の動画でまたお会いしましょう。最後までご視聴いただき、ありがとうございました。